ルーシーです。今日もあなたの人生にエッセンスを与えてくれる人物のお話をしましょう。アリババ、タオバオ、アリペイ。今や中国の暮らしを支えるこの3つのサービスですが、始まりは広州の小さなアパートでした。1999年創業のアリババ .com は、世界のバイヤーがアクセスできる、企業同士の卸売、仕入れ、受発注を可能にした EC モール。メーカーや工場が大量の商品を出品し、海外の小売業者がまとめ買いすることができます。2003年に開始したタオバオは、もともとは消費者同士の C2C 市場としてスタートしましたが、小規模事業者も参加して自分のオンラインショップを運営する場となり、楽天市場のような雰囲気を持つ巨大オンラインモールへと進化しました。2004年に登場したアリペイは、商品が届くまで代金を預かる安心取引の決済サービスとして始まり、そこから QR コード決済や公共料金、投資など生活サービス全般に拡大しました。今や中国では現金をほとんど使わずに生活できる社会を支えるインフラになっています。これらを作ったのは特別な才能を持った天才ではなく、失敗や挫折を何度も経験した普通の人、ジャック・マーでした。彼の人生は諦めなければ道は開けるという真実を教えてくれます。ジャック・マーことマーユンは1964年に中国広州で生まれました。父は写真師を経て曲芸協会に携わり、母は工場で働いた後に伝統芸能ピンタンの演者となりました。つつましい家庭で育ちながら文化に触れる環境を持ち、子供の頃は小柄で体格に恵まれず目立たない存在でした。マーは学生時代数学に苦戦し、大学入試には2度失敗。3度目の挑戦でようやく広州師範大学に合格しました。一方で英語には強い関心を持ち、12歳の頃から自転車で毎朝ホテルへ通い、外国人観光客に声をかけて無料のガイドを買って出ました。この経験によって英語力と国際的な視野が育まれ、やがて世界を舞台に挑戦しようという礎となりました。また、この時期仲良くなった外国人に、マーユンは発音しづらいので、ジャックというあだ名をもらいました。18歳で最初の大学入試に落ち、三輪車で荷物運びのアルバイトをしました。その頃、作家ルー・ヤオの中編小説、人生に出会いました。人生は改革開放初期の農村社会を舞台に、夢を抱く若者が現実の壁に直面しながらも諦めずに挑戦する姿が描かれており、現代の中国においても若者を中心に熱心に読まれ続けています。主人公ガオジャーリンが現実の厳しさに屈せず再挑戦する姿に心を打たれたマーも、この本が自分の人生を変えた一冊だと語っています。そう、この本との出会いがマーにもう一度挑戦するという決意を与えたのです。マーは大学卒業後、就職活動では30社以上に応募しましたが、すべて落ちてしまいました。警察官試験では小柄すぎると断られ、KFC では24人中23人が採用されたのに、マーだけが落とされました。それでもマーは諦めることなく前へ進みました。拒絶は私を強くしたと語るほどでした。就職試験に落ち続けたマーでしたが、1994年に広州で翻訳会社を立ち上げました。当初は顧客が集まらず、経営は厳しかったものの、諦めずに続けた結果、やがて地元で知られる会社へと成長していきます。1995年、出張で訪れたアメリカで初めてインターネットを体験。検索窓にチャイナやビールと入力しても情報が出てこないことに驚き、これは中国に大きなチャンスがあると直感しました。
帰国後、マーはチャイナページズ、中国イエローページを立ち上げます。これは中国企業の情報をインターネット上に掲載する、いわばイエローページのオンライン版でした。中国でインターネットが広がり始めた追い風を受け、一定の成果を上げましたが、やがて大手との提携で経営権を失い、会社を手放すことになります。それでもマーは諦めません。1999年、広州の湖畔花園にある小さなアパートに17人の仲間を集め、アリババ .com を創業。中小企業が世界のバイヤーと直接取引できる B2B のオンライン市場を目指しました。この時期に育まれたのが、後に湖畔文化と呼ばれる独自の社風です。仲間を信頼し合い、変化を恐れず、誠実さと情熱を持ち続ける。逆立ちや軽い休憩、遊び心を交えつつ、形式主義に縛られない創意工夫を重視する文化。このような価値観こそがアリババの原点となったのです。2003年、アリババは消費者向けサービスに挑戦します。立ち上げたのがタオバオ。無料で出品できる仕組みを採用し、2004年にはアリペイを導入しました。代金を一時的に預かり、商品が届いたら支払う安心取引の仕組みです。この戦略は eBay に挑む強力な武器となり、タオバオは中国市場を制しました。やがてアリペイは QR 決済や公共料金、投資、医療、交通にまで広がり、中国社会に欠かせないインフラへと成長します。しかしマーが繰り返し強調するのは、華やかな成功談ではありません。成功からではなく、失敗から学びなさい。諦めない限りチャンスは残ります。諦めこそ最大の失敗です。機会は人々が不満を言っている場所にあります。若者やスモールビジネスを助けなさい。小さな存在がやがて大きくなり、若者の心にまいた種は成長して世界を変えるのです。これらの言葉は特別な才能の有無ではなく、挑戦をやめない心こそが未来を切り開くのだと伝えています。その未来は自分自身のためだけでなく、後に続く人たちへ道を残し、力を与えるものでもあると言えるでしょう。2018年、マーは公開書簡で、私は教師としてキャリアを始めました。教育は私が愛することです。だから将来は教育に戻りたいです。と語りました。翌年、2019年9月10日、中国の教師の日に合わせて、アリババの会長職を退任します。その後はジャック・マー財団を通じて農村教育や若手起業家支援、環境保護など社会に価値を与える活動に力を注いでいます。この姿には、もともと教師である自分に立ち返り、教育を通じて未来を育てたいというマーの原点が映し出されています。現在、家族との時間を大切にしながら、教育と支援に力を注ぐジャック・マー。彼は家族や仲間を大切にし、お金よりも社会に価値を与えることを信条とし、常に希望を持ち、失敗から学び、決して諦めません。マー自身はこう語っています。私は特別な才能のある人間ではなく、ただ諦めなかった普通の人間に過ぎない。その人生が私たちに示すのは、普通の人でも周りを大切にし、希望を失わず諦めなければ道は開けるということ。数多くの失敗を経験しても前を向き続けるジャック・マーの姿は、あなたにとっても勇気の光となれば幸いです。このチャンネルがいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。